BL 向上委員会のリスです。2026年漫画原作 BL 実写化がまた一段階ギアを上げてきました。4作品の原作の魅力、実写化された場合の見どころという観点で語っていきます。BL 漫画を長年追ってきた方もドラマからという方もぜひ最後までお付き合いください。今回取り上げるのはこちら。コスメティックプレイラバーシーズン2、親友の同棲にうんって言うまで、恋愛上等、家庭教師の騎士ナイトです。では1作品ずつ見ていきましょう。まず紹介するのはコスメティックプレイラバーシーズン2、奈良島幸先生原作の大人気 BL 漫画を2024年の放送に続きシーズン2として実写化。フジテレビにて2026年1月15日放送スタート。毎週木曜深夜の放送です。主演は引き続きこのお二人。間宮夏目役に奥野壮さん。佐橋東馬役に豊田雄大さん。その他のキャストも続投し、さらにシーズン2からの新キャストも登場するとのことで、どんな顔ぶれになるのか今から楽しみですよね。そして何より奥野さんと豊田さんが演じる間宮と佐橋に再び会えるのが待ち遠しいです。あらすじです。シーズン2で描かれるのは恋人になったその先の物語。メンズ美容部員の間宮夏目と後輩佐橋東馬。仕事でそれぞれがステップアップし、人生の新たな壁に直面していく中で、今回は遠距離恋愛の危機が訪れます。チーフへの昇進、今後のキャリア、そして離れて暮らすことによって生まれる不安。様々な問題に向き合いながら、二人がどう関係を築き直していくのかがより深く描かれていくようです。シーズン1では思いが通じ合うまでのやきもきやドキドキが印象的でしたよね。一方でシーズン2は恋人になってからこそ生まれる悩みや気持ちのすれ違いがテーマ。甘さだけでは続かない現実的でも誠実な関係性が描かれそうです。さらに注目したいのが役作りのために奥野さんと豊田さんが実生活でも1週間の同棲生活を送ったというエピソード。この経験が間宮と佐橋の空気感にどんなリアリティをもたらしているのか、それも見どころの一つですよね。シーズン1をしっかり復習してから新作の放送に挑みたいと思います。皆さんのシーズン2への期待度、ぜひいいねで教えてください。続いて紹介するのは親友の同棲にうんって言うまで。ロジ先生原作の同名漫画、読売テレビにて2026年1月12日スタート。毎週月曜日に放送されます。キャストは横井湊役に吉沢要さん、中野渡役に雨宮翔さん。最近の BL ドラマはボーイズグループ同士の主演も増えてきましたよね。今回は原因は自分にあるとジェニックに所属するお二人がダブル主演。グループの垣根を越えたキャスティングも今の BL ドラマらしさを感じます。あらすじです。高校時代からの親友横井湊と中野渡。ある日湊が突然口にした同棲してという提案。親友という関係を壊したくない渡は一度はその言葉を拒みます。それでも湊のまっすぐで誠実なアプローチに心を揺さぶられ、1ヶ月間のジレキュンな時間を経て少しずつ気持ちを変えていく。大学時代のルームシェア、湊の北海道転勤、3年ぶりの再会、そして突然の同棲提案。友情と恋が交錯する中で、うんと答えるまでの過程を描いたもどかしくも甘酸っぱいラブコメディです。ロジ先生の作品に登場するキャラクターたちは本当に全員が優しさでできてるんです。だからこそこのドラマも見ていて心がふわっと緩むような癒される作品に仕上がってくれたら嬉しいなと思います。原作の後書きに親友のプロポーズにうんって言うまであとねというような印象的な一文があって二人のその後をつい期待してしまいます。まずはドラマがたくさんの人に届きますように。続いては恋愛上等。2026年2月13日全国ロードショーです。七尾先生原作の同名漫画が映画化されます。キャストは亀井まどか役に高松アロハさん、佐藤充役に山中重太郎さん。お二人とも漫画原作 BL 実写化での主演は今回が2作品目。高松さんは4月の東京はで主演。山中さんは飴色パラドックスで主演されていて、どちらもキャラクターの空気感を大切に演じていた印象があります。実績があるからこそ安心して作品世界に入り込めそうです。あらすじです。喧嘩も恋愛もしないと決めた紅桜高校トップの亀井まどかと、敵校白岩高校トップの佐藤充がひょんなことから同居することになり、
不器用ながらも惹かれ合っていく姿を描く、笑いあり、涙ありのアクションラブストーリーです。まどかの祖母の駄菓子屋にみつるが下宿するところから始まる二人の急接近と、過去の因縁が絡み合う中で描かれるまっすぐな恋の行方が見どころです。こちらの主演のお二人もボーイズグループに所属しており、主題歌は映画限定のユニット、鶴&亀が歌うひとみさんのラブ2000のカバー曲。世代としてはこの曲を聴くとちょっとノスタルジーを感じますが、すごくいい楽曲なので、映画の世界観とどう重なるのか楽しみです。もう一つ注目したいのが、原作が生まれたレーベル。ビースターコミックスは2024年4月26日に立ち上げられた実写化を視野に入れたコミックレーベル。スターダストグループがこれまで培ってきた出版や映画制作の経験を生かし、企画段階から映像化を意識して漫画制作が行われています。そのため、漫画を読んでいるのにまるで脚本を読んでいるような感覚になる瞬間もあって、これは BL の新しい楽しみ方かもしれません。ロードショーまで今から楽しみですね。見に行こうと思っている方、思った方はぜひコメントで教えてください。最後に紹介するのは家庭教師の騎士ナイトです。奥島博正先生原作の同名漫画。キャストは騎士ナイト役に沢村玲さん、高杉徹役に田中幸喜さん。こちらのお二人も BL 漫画実写化2本目です。沢村さんはハッピーオブジエンドで主演。田中さんはシュガードッグライフで主演。それぞれ違ったタイプの役柄を経験されているので、今回の組み合わせでどんな化学反応が生まれるのか楽しみです。あらすじです。すべてが完璧、見た目も所作も頭脳も。まるで王子様のような存在こそがスーパー家庭教師騎士ナイト。そんな騎士が担当することになったのは、喧嘩ばかりで成績は万年最下位。絵に描いたようなヤンキー高校生高杉徹。学力も態度も最悪な徹を見かねた母親が、騎士を家庭教師として呼び寄せたところからの物語は始まります。優しく丁寧な指導と底知れない騎士の魅力に最初は戸惑い反発していた徹も、次第にその存在から目が離せなくなっていく。勉強だけでなく人生そのものが少しずつ変わっていく徹の姿を描いた BL 風味のキラキラ青春コメディです。この作品のジャンルは公式には少年漫画、そして新感覚 BL 風味キラキラ王子様コメディと紹介されています。がっつり BL というより BL 風味だからこそ味わえる距離感や空気感を存分に楽しめそうです。また、奥島博正先生原作の実写化といえば、ババンババンバンバンパイア。あちらは神配役と言われるほど話題になった作品なので、今作にも自然と期待が高まります。王子様、ヤンキー、そして家庭教師という関係性。どんなテンポ感でどこまでキラキラを振り切ってくれるのか、放送が今から楽しみです。今回は2026年に実写化が控えている漫画原作 BL 作品を4作品まとめてご紹介しました。放送も公開もこれから。だからこそ、どんな映像になるのか、どんな空気感で描かれるのか、想像する時間そのものが楽しい時期でもありますね。2026年、これからの作品がどんな姿で届けられるのか、原作を知っている人も、ドラマや映画から入る人も、それぞれ違った楽しみ方ができるはずです。よかったら皆さんの期待値をコメントで教えてください。お声を参考にしながら放送開始後には感想や考察の動画も作っていけたらと思っています。これからも BL 作品全般を一緒に追いかけていけたら嬉しいです。いつも皆さんからのコメントやいいねで応援いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。以上、BL 向上委員会でした。